こんにちは、オズ D です。今回は好きな花を無限に増殖できる花無限増殖装置の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。草ブロックがない場合などは土ブロックを用意して、周りの草ブロックから伝播してくるのを待っても OK です。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦10マス×横8マスの範囲で作成します。まずは横方向に深さ1段で、8マスの溝を掘っていきましょう。今掘った溝の端部分から、縦方向に7マス掘っていきます。同じように端下部分から、今度は横方向に7マス掘ります。今掘った端から最初に掘った端をつないで、8×8 の溝になっていれば OK です。8×8 の溝の真ん中部分のブロックを、すべて掘って 8×8 の穴にしていきます。8×8 でこんな感じで掘れていれば OK です。今掘った 8×8 の部分を、さらに追加で1段掘って深さ2段にしましょう。穴の中に入って正面側の左から4マス目に、この向きでオブザーバーを設置します。今設置したオブザーバーと向き合うように、オブザーバーをもう一つ設置します。今設置したオブザーバーの上になる、この部分に仮ブロックを設置します。穴の中から上を向いて仮ブロックに、下向きになるように粘着ピストンを設置します。仮ブロックは壊しておきましょう。粘着ピストンに仮でレバーをつけて、上下させてオブザーバーを上に上げておきます。仮レバーは壊しておきましょう。粘着ピストンにボタンを設置しておきます。オブザーバーの両サイドに、それぞれ端部分までレッドストーンダストを設置しておきます。レッドストーンダストが繋がるように、縦方向にも端まで設置しておきます。反対側も同じようにして、端までレッドストーンダストを設置します。背面側からレッドストーンダストの上部分に、この向きでオブザーバーを3つ設置します。オブザーバーの横1マスを開けて、同じようにして3つ設置しておきます。反対側も同じようにして、オブザーバーを3つ設置して1マス開けて3つ設置します。左側の1マス開けたレッドストーンダストの前に、ブロックを2つ設置しておきます。2つ目のブロックの上にもう1つブロックを設置します。今設置したブロックのこの部分に、草ブロックを1つ設置します。草ブロック側を向くようにして、ここにディスペンサーを設置します。後ろのブロックの上にレッドストーンダストを設置します。3つずつ設置しておいたオブザーバーの上に、それぞれ内側を向くようにピストンを設置します。左側のこのピストンの間にブロックを設置して、右側は草ブロック手前まで設置しておきます。下のこの中央あたりに敵が湧かないように、松明などで湧き潰しをしておきましょう。上に登れるように、オブザーバーの横にはしごを1つ設置しておきます。ディスペンサーの横はしゃがみながら、こんな感じで草ブロックを設置していきます。反対側も同じようにして、ディスペンサーの横から草ブロックを設置します。正面左側のピストンの前は、こんな感じで1列開けておきましょう。左の正面側のピストンの前に、ブロックを1つ設置しておきます。粘着ピストンの横からピストン前まで、ブロックを5つ設置しておきます。背面側には端から端まで、それぞれブロックを設置しておきます。正面のはしごの上にトラップドアを設置します。ディスペンサーの後ろに接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーとディスペンサーの上に、しゃがみながらラージチェストを設置します。周りのブロックとピストンの上部分に、囲うようにしてぐるっと一周フェンスを設置します。チェストのこの部分に、
しゃがみながらトラップドアを一つ設置しておきます。トラップドアを開けて、この部分に増殖したい花を設置しておきます。トラップドアは花が中に入らないように閉めておきます。チェストの中にある程度骨粉を入れておきましょう。これで装置自体は完成となります。使用する際には正面のこのボタンを押せば、花が増殖されてピストンで刈り取られます。アイテム化した花は自ら移動して、回収してあげてください。たまに増殖した花が下に落ちることもあるので、その場合は下に降りて回収してください。増殖したい花を変更したい場合は、この中の花を変更すれば大丈夫です。こんな感じで中に設置した花が増殖します。ただポピーとタンポポに関しては、それぞれの実が増殖するわけではなく、ポピーを植えてもタンポポが混ざり、タンポポを植えてもポピーが混ざります。これはマイクラの仕様になるので、どちらかだけを増殖することはできません。では最後にこの花たちを、エメラルドに変更する方法をご紹介していきます。花はそれぞれがクラフトすると染料になり、花一本で一つの染料を作ることができます。その染料を旗織り機で収縮させた羊飼いの、レベル2まで上げた取引内容の、染料の部分がランダムになっているので、持っている染料の色が出るまで、こんな感じで職業ガチャを行って、希望の色になるまで繰り返しましょう。増殖させた花で作れる色が出たら交易して、染料をエメラルドと交換しておけば、職業が固定されるので、いつでもその色の染料とエメラルドを交換できます。もし花が余っているのであれば、染料にしてエメラルドと交易しておくのも良いですね。いかがでしたでしょうか？今回は好きな花だけを増殖できて、染料も無限に入手することができ、その染料でエメラルドとも交換できる、花無限増殖装置の作り方のご紹介でした。簡単に作ることができるので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。